地獄の3年コースと言われて最後20人しか残りませんでした。一番はありがとうって言われるように、もうそれ言われて全部オールオッケーです。はい、皆さんこんにちは。ザ・ホワイトデンタルクリニック院長の永山由紀です。今回は皆さんに朗報があります。何かというとですね、ザ・ホワイトデンタルクリニック全国8院あるんですけれども、東京が、池袋と品川と新宿、千葉は船橋と神奈川の横浜、あと名古屋院と大阪院と福岡院、8院あります。普段こう YouTube の配信とかしていて、その8院に来られる方は来ていただけるんですけれども、それ以外の地域の方っていうのはどうしても遠方になってしまうので、いらっしゃっていただくことができなかったんですね。でこの度ですね、東北地方になんとザ・ホワイトデンタルクリニックの提携員さんが決まりましたので、お知らせしたいと思います。イエーイというわけで、なんと岩手県盛岡市にある森口歯科クリニックさんが提携となっていただきましたので、今回は森口先生をお招きしていろいろお話を伺いたいと思います。森口康先生です。森口康です。よろしくお願いします。今日は盛岡からいらしていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、簡単に自己紹介をお願いいたします。今年は50歳ですね。私年齢は。ためです。ためです。1975年生まれのうさぎ年です。はい。ちょっと恥ずかしいけどね。はい。でも、これからバリバリだと思ってるんでね。僕らの時代なんで、まあ困ってる人たち助けて頑張っていきたいなと思ってるし、まあいろいろ経験積んできて。はい。それを少し役に立てれればなと思って、今回ザ・ホワイトデンタルクリニックの永山先生からこういうふうにやってくれないっていうのをお誘いしてねいただきましたんで、真摯に答えれるように初めてのことなんだけども、私の人生かけてやらせてもらいたいな人生かけてと思ってます。先生はうちのやっている診療内容とか、そういう診療ポリシーに共感してくださって、東北地方でもそういう困っている患者さんがいらっしゃるのであればということで、今回ご協力いただくことになりました。どうしてもうちに来れないようなエリアの方から相談を受けて、私も非常に歯がゆい思いをしていたんですね。なので東北地方を守護神として東北地方の虫歯ボロボロだったりとか、歯石たっぷりで他の歯医者さんでねお断りされちゃったような方々でもどんな治療でも先生はできる腕がありますので、はい、頑張ります。本当に虫歯治療からインプラント、すごく大きい症例もなさってる先生なので、どんな悩みでも相談していただいて大丈夫ですよね。本当に誠心誠意やります。それしかないんでね。まあちょっと緊張してるんだけども。先生のところはどういう症例が多いですか？普通の虫歯治療とかお掃除したり、やっぱり一番特徴なのは寝たきりの人。最後はみんなおじいちゃんおばあちゃんになっちゃうし、そうするとベッドサイドで寝ちゃいますよね。そこに行ってもう病気のいっぱいある人に治療を施すようなことまでやってます。じゃあ有病者の方々の治療をしてるってことは、やっぱりいろいろなご病気ある方の治療って本当に難しいんですよね。たくさん病気があるような患者さんを治療してる先生っていうのは知識がないとできないので、それこそうちみたいに静脈麻酔とかでね治療なんてお手の物って感じですよね。ちゃんと専門医いますけどね。麻酔はちゃんと先生のところも麻酔科医が来てくださって麻酔をかけますけれども、やっぱでも持病の理解がないとやっぱ治療って危ないので、絶対その辺のノウハウないと安心できませんので、先生はその辺全然大丈夫ですね。得意です。あと全然歯がないとか、もう歯を全部抜かなきゃいけないような方でもインプラントで補うようなオロン4とか、そういう治療もなさってる。そうですね。ちゃんと審査診断しますけども、できれば全てやります。そういうものは。盛岡だとどの辺のエリアから患者さんいらっしゃいます？
沿線新幹線が通ってるから、僕のところは南は福島、あとは遠くだと青森とか、いらっしゃいますね。秋田県はそのまま新幹線通ってるので、あと宮城県からだと山形から宮城の仙台までつながってるから、その周辺だったら来れないことはないと思います。じゃあ東北地方一体っていう形で。そうですね。頑張ってやっていきたいなと思ってるし、皆さんに少しでも役に立てるように、だから最善のことを考えてやらせていただけたらなって思ってます。あと静脈内治療だと車の運転とかができないので、遠方の方とかどういう対応ができますか？ですね、こちらでホテルをご用意することはできます。事前に話し合いして治療の内容を決めるときにもう大体タイミングわかるじゃないですか。いつ何をやりますよ。その時はホテル必要だったらお取りしておきますし、あとはタクシーでの送迎もやらせてもらいますので、そのあたりは心配しないで。もし夜心配だったらお電話もお部屋に差し上げて確認しますので。手厚い。じゃあ、多少遠くても安心ですね。安心ですね。大丈夫だと思います。わかりました。先生の経歴を見ますと、いろいろ留学もされてるんですかね。そうですね。まず最初に初めて行ったのが南カリフォルニア大学州立大学。日本のある有名な先生が。そこに勉強しに行ったら、やっぱそこに行きなさいって言われて、そこに行って勉強しました。そこからスウェーデンのイエーテボリ大学に行って、そこにカール・エリック・カンバーグっていう先生がいらっしゃって、その方にすごく面倒見ていただいて、そこでそういう外科手術とかを覚えました。彼は世界で初めて GBR をした方って言われてます。GBR っていうのは骨の移植ですね。そうですね、骨を移植した方。それから転々としてニューヨーク大学とかの卒業研修コース、地獄の3年コースって言われて220人いたんですよ。それで3年半かけてやるんですが、最後20人しか残りませんでした。それは何が過酷なんですか？まずルーマニアとかいろんなところに行って実際本当に治療します。日本人でもしていいんですか？ライセンスを国に出して大学内だけでやります。なるほど。あとはやはり自分の症例をしっかりとケースプレゼンしていかなければいけないから、海外で英語でそれをちゃんとクリアしないと次のフェーズに行けないので、みんな最後いなくなっちゃうんですね。すごいですね。もう二度とやりたくないです。でもそういうところを乗り越えた先生っていうのはやっぱり自信はありますね。そうですよね。それからコロナになる前に EA をヨーロッパのインプラントの認定欲しくて、ヨーロッパのインプラント、ヨーロッパオセオインテグレーションアソシエーションというところに行って3年のコース受けたんですけど、今途中になっちゃってコロナで中断して、でまたチャレンジしたいなって思ってます。すごいですね。でも結構もうキャリアを積んでからヨーロッパの方で勉強するってなかなかできないですよね。でもやっぱり楽しいですね。勉強するのは。やっぱりこういう歯科治療が好きでたまらない。そういう先生こそ上手だな。うちみたいな治療ができるんですよ。で正直やっぱり歯医者同士なんでわかると思うんですけど、やっぱり多数の虫歯を一気に治すって。こんな言い方をしたら良くないかもしれないんだけど、しんどい時もあるんですよ。やっぱすごく集中力も使うし、やっぱ2時間半とか3時間って時間をかけて虫歯を取って根の治療をしてポスト付きのテックを全部入れて、で、テックっていうのは仮歯です。仮歯もちゃんと見た目が綺麗に整えなきゃいけないのでって考えると、上下14本とかそれをやるっていうのは結構もうパワーがないとできないんですよね。だからこういう経歴のある先生だと絶対あるんですよ。間違いないんで。ありがとうございます。精進いたします。でも本当にまず根性だと思ってるんですね。根性と愛ですね。その患者さんを治したい、この綺麗にしたいっていうのがなかったらやっぱりいろいろ勉強もしたいとも思わないと思うんですね。歯科治療が好きで患者さんをいい状態にしていきたいっていうやっぱそういう力もないとうちみたいなところの治療って絶対できないと思うんで、もう本当に森口先生ぴったりだなとありがとうございます。思ってるんです。そのままお返しします。ものすごいオラ。いや本当に結構特殊なやり方だと思うので、
はい、自費にはなってしまいますけれども、やっぱそれだけのものを患者さんに提供できる自信はありますので、はい、一緒にこれから頑張っていきたいなと思います。はい、どうですかね、先生のその診療ポリシーというか、私同い年だから25年、25年ですか？6年。26年、やだ、自分の年がバレちゃうバレちゃうってもう言ってますけど、でもやっぱこれぐらいになってくるとなんとなく分かってくることとか、振り返ってこうだったなとか、これからどういうふうになっていきたいっていうのがなんとなくこう分かる年齢だと思うんですけど、その中でやっぱり一番大事にしてることとかあります？やっぱり一番はありがとうって言われた時、言われるように頑張りたいな、もうそれ言われて全部オールオッケーですよね。全て嫌なこと忘れちゃう。綺麗になって嬉しい、ありがとう先生って言われるだけで、もう何倍でも飯食えるって感じですよね。そう、はい、そこにたどり着くまでね、すっごい苦労したけどね、先生も。でもそれ一番励みになります。そうです、はい、絶対大切なこと。本当にだから心に秘めないで言っていただきたいです、もしそう思ってたら。お願いします。励みになります。本当に、YouTube もそうですけど、コメントとかでこう参考になったとか、歯科治療怖かったけど行くきっかけになったとか、そういう一言でもすごいモチベーションになったりするんで、こんなに綺麗になって嬉しい、ありがとうございますって、もし気持ちがあったら言ってください。はい、言ってほしいですよね。はい、それだけで生きていけますね。生きていける。はい。やっぱそういうところが一番大事ですか。大切です。はい、大事ですね。先生は？私もそうですね。やっぱり患者さんが喜んでくださるのが一番のモチベーションかなと思います。あとはやっぱり前から私はちょこちょこいろんな場面で言ってますけど、医は人事のりと、やっぱその言葉ですね。博愛の精神で、はい。いつも患者様をこう自分の家族と思ってやってます。やっぱそういう気持ちないと医療って成り立たないんですよね。やっぱり、それが一番大事かなって。さすが。で、若い先生に言う時も愛だよ愛と。そういうところを大事に、そうです、愛情がないと人を治すってことはなかなかできないと思うので、はい、それが大事だと思っていますね。今後もね、先生と協力しながら東北地方のたくさん困っている患者さんに知っていただいて、少しでもいい状態になっていただければなと思ってます。はい。もちろんうちでやっている静脈内鎮静法で寝ながらたくさんの虫歯を治すっていうやり方も先生のところにもやってますし、インプラントもやってますし、歯周病の治療とかもやってますよね。専門医もいます。専門医の先生。指導医もいますね。はい、大丈夫ですよ。はい。あと先生なんか得意な治療項目、診療とかあります？何でも。でも入れ歯も得意なんですよ。そうだ、先生は技師、入れ歯が得意なので、やっぱりどうしても何本も抜いて入れ歯にしなきゃいけないという方もいらっしゃるので、入れ歯って本当にうまい下手ありますから、はい。一番大切なことですよね。そうです。噛み合わせのことも分かってなきゃいけないし、あと型取りとか、そういうのもやっぱ全然先生によって違うので、やっぱり入れ歯得意ですっていう先生が一番安心できるかなと思います。ありがとうございます。インプラントなんだってする時も噛み合わせがちゃんとできなかったらできないで、やっぱり総入れ歯とかですね、そういうのの噛み合わせもちゃんとできる先生じゃないとやっぱ難しいと思うので、はい。そう、先生なんかもそうでしょ。抜いてすぐ即時義歯入れるでしょ。入れます。はい。そういう技術って結構大切で、はい。まさか歯ないで帰ってくださいっていうわけにはいかないでしょ。だからすごくそれも大切だし、基本中の基本だと思ってる。ね。だから入れ歯って歯医者の真髄だと思ってる。はい、そうです。その通りだと思います。あと、うちの治療の場合は自費になりますけれども、普段先生が保険診療をしていて、その限界だとか、そういうのって感じられたりしますか？正直あります。だからそこはいろんなそれを乗り越えるためにもいろんな引き出しが必要だし、保険が全てじゃないとは思ってるし、でも悪くは思ってないよ。そうですね。ただ選ぶ権利は患者さんにあるから、そうですね、と思ってます。どうしても保険診療だとうちの患者さんはですけどね、保険診療だとちょっとずつしか進めることがやっぱできないじゃないですか、診療のルール上。そうね。それは仕方ないことだとは思うんですけれども、保険は保険でいいところはあるかもしれないけど、保険診療だと治しきれなかったとか通いきれなかったっていう人がとっても多いんですね。やっぱりそうなんですね。なので治療は結構途中のまんまになっちゃってる人がとても多くて、
でやっぱり中途半端に治療して放置するとそれだけ虫歯もどんどん進行しちゃうじゃないですか。そうするとそういうどんどん連鎖的に悪化していっちゃって、っていう方が多いので、その辺は先生の方でもう自費で全部バシッと、少ない回数でですね、やっていただけたらと思います。わかりました。誠心誠意やりますので、それは喜んでもらえれば何でもやります。はい。というわけで、今後森口歯科クリニックさんと提携してやっていきますので、東北地方の患者さん、困ってる患者さんはぜひ概要欄にホームページ貼り付けておきますので、そちらからお問い合わせの電話で予約いただければなと思います。はい、というわけで今日は先生ありがとうございました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ではまた。ザ